はいどうもよしゅです、今日はですね材料を3つだけで作るグルテンフリーきなこ団子の作り方ということで比較的短めの動画になっていますので最後までぜひご覧ください。材料はご覧の通り豆腐、木綿豆腐、きなこ、これ自家製です。ブラウンシュガー、この3つだけなんでね早速混ぜていきましょう。まずねこれ木綿豆腐家にあったんでね使いましたけど、絹の方がねしっとりできるしミキサー使わないで済むんですよね。かといってね絹ごし豆腐でやって水分多かったりするとねまたちょっと具合が変わってくると思うんで、水っぽかったらね粉増やすとか調整するといいと思います。このぐらいの量を作るんであればねミキサーでなくてもすり鉢とかでね白あえ作りみたいにね。ただでも今すり鉢の方がかえって探すの難しいかもしれませんね。でここなんですけどねきな粉を分けて入れていくんですけども、横着してこの小さいのでやってるからねもうもたついて大きいボウル使ってくださいね。このきな粉も自家製でね作ったものなんでよく見るとねつぶつぶの粗いのが残ってたりするんですけども、全然問題ありません。ただねこれもうちょっとしっとりがいいかな。なのできな粉ちょっと多すぎたので分量から減らしてみてください。調整しましょう。これもよく考えたらねしなくてもいいかもしれない。後でボウルにするんですけど、これでカットしたらやりやすいかなと思ってねしたんですけど、もうちょっと柔らかければね多分いらないかなこの工程とか言いながらもねちょっと見ていきましょう。この後ね16等分に切り分ける。これもねちょっと小さすぎたんで8ぐらいでもいいかもしれない。8。そうするとね次の丸める工程も団子にする工程も半分の時間で済むってことですよね。さあここからはね丸める工程、団子を丸めてその後にコーティングするんですけど、なんせねこれ硬いね。これね時間かかったのもそうだし豆腐のねつぶつぶがまだ残ってたのはしょうがないんですけど、やっぱちょっと全体的に粉入れすぎたんだなこれ。はい16個ね作ったところで、これ家にあったココナッツをまぶします。ただねこれやっぱり硬かったからこれちょっとつきにくいんですよね。やっぱりきな粉まぶすだけにしとけばよかったかなこれね。なんかね最近カフェとかでよく見るねエナジーボールみたいな方に行っちゃったんだこれ。ココナッツあったからなんでしちゃったんだろう。なんだかんだ言って完成です。豆腐ときな粉っていうだけでもねタンパク質、食物繊維豊富でね低糖質ってところはねちょっと砂糖を使ってるんでねごまかせませんけども、この質感はね思ってたほど悪くない。思ってたほどでこのサイズもねうちの子たちには一口サイズでね好評だったんでね、終わりよければ全てよしっていうんですか。もうでもね単純に材料3つ混ぜてこねるだけね簡単でしょ。いやこうやってね瓶に入れてみるとねこのサイズで良かったんだなって食べだしたら止まらないぐらいのね食べきりサイズだからね子供にもちょうどいいんですけどね僕にもちょうどよかった。豆腐ね調理してませんからクックしてませんからなるべく冷蔵庫に保存して2、3日で召し上がるようにしましょう。はいというわけで材料3つグルテンフリー豆腐きなこ団子の作り方でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルへのご意見ご感想などねコメントお願いします。チャンネル登録もお忘れなく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。